軽挙は聖書に存在しない。軽挙のことをラプチャー、英語でラプチャーと言いますが、軽挙は存在しない。イエスが語った本当の終末について今日はメッセージします。もし今日世界中のクリスチャンが突然この地上から消えていなくなるというふうに言われたら、皆さんはどう思いますか？多くの人はそれを軽挙、ラプチャーと呼ぶんですね。これは映画や小説でレフトビハインドという小説が映画化されて話題になりました。それからこのイメージが世界中に広まったんですね。しかしここで驚くべき事実があります。実は軽挙という言葉、特にレフトビハインドという言葉は聖書に自体には存在しません。書かれていない。では聖書は世の終わり、終末について何と語っているんでしょうか？今日はイエスご自身の言葉と聖書全体から世の終わり、終末の本当の姿を見ていきたいと思います。軽挙という言葉は聖書には実はないんですね。新約聖書の原文はコイネギリシャ語といって、これは BC200 年から AD200 年の400年間だけ使われていた古代ギリシャ語です。そこで使われている言葉は、軽挙ってですね、思われている言葉はハルパゾーという言葉です。ハルパゾーという言葉は、その意味は急に取り上げるとか奪い取るとか引き上げるという意味なんですね。そこから連想して軽挙、ラプチャーという言葉が作られたんですね。この言葉が出てくるのがテサロニケ人への手紙の第1の手紙の4章の17節です。お読みします。それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのですという聖書ですね。ここから後の時代にラプチャー、軽挙という神学用語が作られました。しかし聖書には軽挙という名詞は一切出てきません。そして何か突然消えてしまうシークレットラプチャーですね。もうなんか秘密のうちに引き上げられるとかですね、教会が突然なくなるとかですね、クリスチャンが突然いなくなるとかっていう説明は一切書かれていません。ここで面白いのはこの空中で主と会うという言葉ですね。これがこの原文ではギリシャ語ではですね、アバンテシスという言葉が使われています。アバンテシスというのは、これは引き上げられる、主と会うと書かれていますが、厳密に言うと迎えに出るという意味です。この当時のですね、古代ローマの社会では、この言葉は王や皇帝が町に来た時に民が外まで迎えに出て一緒に戻るという意味で使われていたギリシャ語です。ですからこの第一テサロニケの4章の意味は、主がイエス・キリストが再び来られる、そして生徒たちが迎えに出る、そして主と共に戻ってくるという意味なんですという言葉なんですね。これは再臨の場面を語っているんですね。実はイエス様が語った終末の順番というのは明確です。マタイの福音書の24章で、まず第一に大きな患難が来ます。大患難です。そして2番目に天体に異変が見られます。そして3番目にメシア、キリストが再臨します。
そしてラッパが吹かれます。そして選ばれた民が集められるという順番です。これはもうイエス様ご自身が語っているのですね。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなりと語られています。そして人の子が天の雲とともに来るですね、書かれているんですね。ですからここには観難前景況という概念がないんです。みんなが多くの苦難を通る、大観難を通るというんですね。むしろこの大観難の後に主が来られるというふうに明確に語られています。ここで雲という言葉の意味をお話ししたいと思います。イエスが雲に乗ってくるですね。ダニエルも人の子のようなものが雲に乗ってくるという予言してますね。そのように人の子も雲に乗ってくるとイエス様は言われているので、もうイエス様がですね雲に乗ってくるというふうに信じている人が多いんですが、再臨の場面ではいつもそのように雲が出てきます。しかし聖書では雲というのは神様の臨在を意味するんですね。出エジプトでイスラエルの民が絶えず雲の柱に導かれて天幕屋を張ってきました。そして臨在が雲が離れたら出発するんですね。宿営を出発するんです。つまり雲というのは神様の栄光の現れなんです。神様の臨在を表す言葉なんですね。ですからヘブル書でも多くの証人が雲のように私の周りにいるというふうに言われていますね。黙示録の19章ではこのように書かれています。子羊の婚礼の時が来て花嫁は用意ができた。ここで花嫁が着ているのは輝く清い雨布です。それは生徒たちの正しい行いだと書かれていますね。つまり花嫁は逃げた教会ではなくて大観難の中でも忠実だった教会です。正しい行いをしてきた。どんな状況でも主イエスに従い続けてきた。どんな迫害を受けても殉教しなければならなかったとしても主に最後まで忠実に従ったものとして予言されているんですね。しかしそして次の黙示録の20章では第一の復活が書かれています。そこで出てくるのはイエスの証のために首をはねられた者たち、すなわち殉教者です。彼らがキリストイエスと共に千年王国を治めるというふうに書かれています。聖書が描く教会はこの世の終わり、患難の時代に逃げる教会ではありません。聖書は証人です。この証人という時にこれはギリシャ語でですね、証人のことをマルトゥスというんですね。これはイエスを証しするために首をはねられた人のことです。要するに殉教者のことですね。だからこそこの黙示録の19章でその花嫁が出てくるわけです。花嫁たちというのは最後まで灯火を絶やさずに、油を絶やさずに花婿を迎える準備が整っていた。死を覚悟してでも花婿であるイエス様を再びお迎えする準備が整っていたものです。マタイの福音書の24章でイエスはこのように言われました。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、それから終わりが来る。ですから終末っていうのはもう恐怖の話ではありません。王を迎える物語です。花婿である王であるイエス・キリストを迎える花嫁なる教会の話なんですね。多くの人が世の終わりというのを恐怖で煽ります。し
かし私たちはそうでありません。喜びの時ですね。この時代はですね、戦争やまた飢饉や自然災害やさまざまなことでこの信仰が揺さぶられる時代です。しかし私たちは全てを平安で収め、本当の平和をこの地にもたらすイエス・キリストが再びこの地上に戻ってくることを信じています。そしてそのために備えるのが教会です。逃げる教会ではなくて、最後まで耐え忍んで信仰から離れない、そのような信仰者として、この時代を取りなし祈りながら生きていきたいと願っています。